通勤通学中の皆様、おはようございます。プクタの世界時事ニュースのお時間です。さあ、本日はですね、東京コミコン2025からの話題になります。先週末ですね、開催されました東京コミコン2025。かなりね、大盛況だったということなんですが、現在これが大変物議を醸していると言いますか、参加した方の悲痛な叫びというのがネットに溢れているんですね。で、この原因となっているのが、ジョニー・デップのサイン会、そして握手会となっておりまして、これが現在ですね、大変炎上してしまっているというんですね。本日は一体何が起きているのか、詳しく見ていきたいと思います。この番組は、海外のホットな時事ニュースをお届けします。通勤通学のお供にちょうどいいチャンネルとなっていますので、ぜひチャンネル登録お願いします。さあ、それでは本題です。こちらね、見えておりますが、本日はですね、東京コミコン2025。これですね、日本でのイベントの話題になるんですが、海外セレブ絡みということでいいですか？ちょっとね、リクエストなんかもいただいておりまして、取り上げてみたいなと思うんですが、今回ね、メインとなっているのがジョニー・デップ。このチャンネルでもね、ジョニー・デップとアンバー・ハードの裁判についてはまとめておりますので、若干変則的ではありますが、取り上げてみたいと思います。先週末ですね、東京コミコン2025が開催されました。今回のゲストはね、本当に豪華ということで、大盛り上がりだったようなんですが、なんとですね、今回ここにジョニー・デップが参加したということで、これもね、大変話題になりました。なぜなら、その撮影権とサイン権のチケットというのが、さすがですね、もうとんでもない価格になっていたわけですよ。で、実際ですね、これが実施されてみましたら、現場はですね、大混乱となったようで、阿鼻教官、こういった状態になってしまっていたと。そもそもね、コミコンって何なのよという方もいらっしゃると思うので、概要を見ていきたいと思います。こちらね、コミコンとは、1970年、ゴールデンステートコミックブックコンベンションとして、シェルドルフを中心に開催されたのが原点で、漫画を中心としたポップカルチャーのイベントです。アメリカのサンディエゴでは、毎年7月上旬に開催され、漫画、アニメ、ゲーム、映画と内容も拡大され、13万人以上の来場者が集まる大イベントに発展しています。さらにコミコンは、アメリカのみならず、フランス、イギリス、台湾などでも開催され、世界中で話題となっています。そしてこの東京版がこちらですね。ここね、マーベルのスタンリーとアップルの共同創業者の一人、スティーブ・ウォザーニックとの出会いが東京コミコンの始まりですと。で、これがね、こちら、2016年からスタートしたというわけなんですね。そしてこちらね、キュラさんになりますが、出演陣まとめてくれています。こちらですね、かなり豪華だったということですね。ここ見えていますが、ザ・ボーイズのね、ジャック・クエイド。そして同じくこちらボーイズですね、カール・アーバン。そしてね、おなじみ、イライジャ・ウッドでしょ。で、今回ね、バック・トゥ・ザ・フューチャー組、すごい話題になってましたね。こちら、リー・トンプソンでしょ。そしてこちらですね、ビーフですよ。トーマス・ウィルソンね。で、その下にいるのが、この方。覚えてますか皆さん。この方ね、クラウディア・ウェルズ。マーティの初代のガールフレンド役。あの人ですね。2から別の女優さんになりましたが、確かお母さんの看病かなんかのために降りたんでしたっけ？この人ですね。この彼女です。そしてこちらね、ジョン・バンサル。パニッシャーですね。ウォーキングデッドでもおなじみですが。そしてクリスティーナ・リッチと。そしてこちらね、ハリポタのイバナ・リンチ。でね、こちらおなじみのノーマン・リーダスと。で、さらにはですよ、こちら見てください。マッツも出演していたということで、本当に豪華だったんですね。ここね、浅野さんもいますね。で、そんな中ですね、大変話題となっていたのが、こちら。ジョニー・デップだったんですね。でね、ここにあるんですが、世界的スターのジョニー・デップが12月5日から7日にかけて開催されるポップカルチャーの祭典、東京コミックコンベンション2025のため、8年半ぶりに来日する。6日と7日に出演するデップだが、10月25日にはサイン会&撮影会に参加するためのチケット代が公式より発表され、その規格外の価格が話題となっている。ということで、このね、値段が大変話題になりました。ちょっとね、もうすでに見えちゃっているんですが、見てみましょうか。こちらです。東京コミコン、これね、公式アカウントですが、ここ、見えてますね。ジョニー・デップ氏のサイン会、撮影会チケットは10月27日月曜18時より発売開始となります。サイン券7万5千円税込み。撮影券7万5千円税込み。ということで、これね、両方希望すると15万円ということになるんでしょうか。いかがですか？いやー、すごいですね。15万円はね、インパクトありますよ。ミラコスタ泊まれるなーとかね、ふくた考えてしまいますが、ファンにとってはね、またとない機会ということで、こんなの比べようがありませんが、これはね、さすがジョニー・デップというところでしょうか。じゃあちょっとね、この当時のリップ見てみましょうか。ジョニー・デップが、タダで一緒に写真撮ってサインしてあげるから、アメリカまでおいでと言われてアメリカまで行っても、なんだかんだ15万円はかかると思うよ。そしてそんな機会はないと。ジョニーで舐めてた。歴代コミコンに来たジュード・ローやニコラス・ケイジが3万円だから5万円くらいかと思ってた。で、こちらの方ね、今思えば今回の騒動を予見していたかのようですが、ちなみになるべく長く見たい、一言声をかけたいという人はサインをおすすめします。2018年から参加していますが、撮影はマジで一瞬です。
こちらね、こう見るとすごいなとあります。こちらね、ニコラス・ケイジが、こちらね、3万1000円だったんですね。で、こちらね、ビル・スカルスがあると、この人ね、イットの人ですね、2万7000円と。そしてはい、こちらね、おなじみマッツ・ミケルセン、2万9800円と。いうことで、このね、7万5000円というのが、いかに桁違いなのかというのがわかるんじゃないかなと思います。もう倍どころじゃないですね。だから、これを払えるレベルの人というのは、どれだけのファンなのかということですよ。するとね、こちら6日、ジョニー・デップが参加する初日になりますね。このようになったと。ジョニー・デップ、大幅に遅れて、東京コミコン2025登場。ワンピース、小田栄一郎によるジャック・スパローのイラストを贈呈。リカストマールじゃなくてよかったですね。ということで、どうやらですね、初日、もうこの時点でね、2時間ぐらい遅刻したという話が出てますね。6日はデップの到着が数時間遅れたため、最大で5時間ほど遅れての進行となった。東京コミコンでセレブと写真撮影やサインが行えるチケットは有料の時間指定制。6日中に終了できなかった購入者分は翌7日指定に振り替えられたが、7日もデップは遅れて登場。2日でも遅れてきたんですね。サイン会、撮影会のほか、13時から30分間のステージ登壇を予定していたが、これが16時半開始に変更となり、さらに登場時間は6分間となった。でですね、この現場の詳細をね、こちら、立浜さん。この方ね、映画解説だとか、ガジェットレビューの YouTube をやってるということで、概要欄にリンク貼っておきますので、よろしかったらご覧になってください。この方がね、詳細に現場のレポートをしてくれてるんですね。東京コミコン、ジョニー・デップ状況まとめ。土曜日、本人2時間遅刻、プラス、じっくりファン対応により、合計5時間以上遅延。結果、23時半あたりまで延長するも、全員さばききれず、明日に持ち越し。これが先ほどの記事の部分ですね。デップは土曜と日曜に出演しましたので、この初日の部分ですね。ここで本人が2時間遅刻してきてしまい、で、さらにですね、このジョニー・デップというのは、結構ね、濃厚なファンサービスをしていたということで、結果的に合計で5時間以上遅延したと。で、実際ね、後ほど見ますが、様々なね、ジョニー・デップとのグリーティングがね、こちら報告されているんですが、本当にね、ちゃんと撮影できた人は大喜びしておりまして、やっぱりね、ジョニー・デップといえば代名詞がね、ジャック・スパローですから、ジャック・スパローのコスプレをして訪れた人も多いようなんですが、結構それに持ってきてくれたりしてね、ちゃんと参加できた人は大喜びしてるんですよ。なので、遅刻&その濃厚なファンさにより、めちゃくちゃ遅延したんですね。で、結果的にこの時はですね、その5時間分、さばききれずに、日曜日にこれが持ち越しにされたと。で、それがこちらですね。そして日曜日と。土曜の振り替え分ですでに待機列満員。しかも今日は最終日で閉会後、会場のバラし作業が始まるし、これは幕張メッセ側との契約なので伸ばせない。そしてここですよ。本人2時間以上遅刻中、会場未到着ということで、なんと5時間の遅延分が残ってるにもかかわらず、また2時間以上遅刻中だと。この報告してる時点ではまだ到着してないんですね。で、そこは来ようよ、デップ。ジョニー・デップ氏が16時頃に会場入りしたとかしてないとかいう噂が立ち始めた。ただ、16時半からはステージ出演のスケジュールなので、もし来てたらそっちが優先になる模様。撮影会、サイン会はその後になり、まず昨日の振り替え組からになるようです。そしてこちらね、これみんな待ってるということですね。もう地獄のようになってると、ここ書いてありますが。そしてここでね、ようやっと撮影会が始まると、17時頃からジョニー・デップ撮影会が始まった模様。昨日とは打って変わって、爆速ベルトコンベヤーでこなしているとツイートあり。ただし結果、今日は6時間分のスケジュールが押しているので、普通に考えると、どこかで中止とならざるを得ない気がする。まあもう5時間分、6時間分というのはどう考えても吸収できないですよね。この日最終日ですし。で、こちらですね。これね、全部終わっても、ジョニー・デップだけ居残りしていたと。そしてこちら、15時15分の時点で、1000人以上が待機している。イベントが完全に終了し、撤収作業が本格的に始まりだした。19時から作業車両が入ってきて、解体が始まるみたい。撤収作業のリミットは22時までらしい。つまり、ジョニー・デブースも22時までに解体する必要があるが、撮影会民はスーパー高速撮影になってる様子。サインはあったとしても、もう判別不能の謎の線みたいな感じになるだろうな。ということでね、こちら引用されてますんで、見てみたいと思いますが、ノアコさん。本来の撮影日、振り替えの今日合わせてだいたい20時間ぐらい地蔵しました。この地蔵というのはつまり待ってるということですね。これね、ディズニーランドでよく使われるワードです。地蔵ね。ジョニーでのファンサの良さが X で伝わってきて、英語の苦手な私でも一言ぐらい喋れるかと思いきや、3人がかりのベルコンでした。これベルトコンベヤーと。話すこともできず、顔もしっかり見れず、待った時間もですが、払った金額も皆同じです。なのにこの差はどうかと。いうことで、ちょっとこれもう笑えないことになってるんですね。これがね、12月7日のポストですので、日曜組ですね。前日分でね、大幅に押しているので、話もできなければ、顔もしっかり見れなかったと。皆さんこれ、7万5千円払ってるんですよ。そしてこちらですね、写真ブース。8秒に1回のペースでストロボが光ってるから、そういうペースということ。そしてついにこうなるんですね。撮影会は中止。
サイン会に切り替えるらしい。持参のものではなく運営指定のポートレートに書くとのこと。なんかわからんけど会場出された。会場外にバカみたいな長蛇の列ができてる。ジョニー・デップ会えました。すごいお疲れっぽかったけど、こっち見て軽く握手してくれました。でも終電は逃しました。よかったですね。この方ね、一応会うには会えたと。これがこのサインですね。多分全員対応してくれる感じだった。最後の人は22時半くらいになるのかなと予想。という流れがありまして、皆さんね、これはさすがに怒ってしまっていると、コミコン運営さんに私の怒りが届きますように。ちょっとね、こちら見てみましょうか。2025年12月7日の東京コミコンにて、ジョニー・デップ氏との14時からの撮影会が急遽中止となった。中止の背景には前日の大幅な遅延があったが、当日現場では明確な説明がほとんどなく、参加者は長時間待たされた末に突然中止を告げられた。チケットは7万5千円、当日券手数料含めたら8万円以上と高額で、一時抽選で当選した正規購入者であるにもかかわらず、後から追加抽選や高額転売で入手した人がランダムにいて先に撮影できていたり、同伴者の不正行為で本来撮れないはずのツーショットを撮った参加者がいるなど、著しい不公平が発生していた。急遽代替として案内されたサイン会も本人と目を合わすのはおろか、握手すらできず数秒で終了し、その間撮影も禁止。これ先ほどの方の証言と一致してますね。返金かサイン会かの選択も突然迫られ、スタッフの説明も食い違い、本人から受け渡しができるなど言われたが、実際の内容とはかなり違った。スタッフは本人から手渡しと言っていたが、実際にはサインされる本をよくわからない外国人に渡し、目の前で本人が書いてくれたサインは誰のものかわからなく、サインされた本はよくわからない外国人から渡されるという内容だ。もうね、すでに何を言っているかよくわかりませんが、そのぐらい本人もね、意味わからなかったということでしょうね。到底本人から手渡されるというものではなかったと。返金を出したくない運営側が、なんとか代替のサイン会に行くように、強気で促していた姿勢に飲み込まれてしまった自分と、いくら本人を目の前にできるとはいえ、こんなサイン会に多額のお金と時間を費やしたと思うと、悲しくて、辛くて、涙が溢れて止まらなかった。これなんかのミームのようですが、そのぐらい辛かったということですね。つまりね、ここでは何を言っているかというと、かなりね、多くの方の反応を見てみましたが、これね、もう参加しませんとなったら、キャンセルで返金できるようなんですね。なんですが、当然ね、言ってる人は、あれだけのお金を払っても、ジョニーに会いたい、握手したいという人たちですので、できれば会いたいわけですよ。で、そんな中、スタッフからはね、いろいろね、振り回された挙句、本人からね、直接サインもらえますよ。そんなことを言われたもんで、頑張って並んでみたんだけれども、それすらも実現されなかったと。これはおかしいんじゃないんですかということですね。なので、おそらくですね、スタッフ側もね、もちろん大混乱になっていたんでしょうが、もうこれが無理だとなった時点でね、ちゃんと、もうジョニー・デップからね、直接もらうことはできませんよ。多分ね、ほぼ何の交流もできませんと。このように言っていれば、多くの方がね、キャンセルということになったのかもしれませんが、運営はね、キャンセルされちゃ困るんで、のらりくらり、ちょっといいこと言っちゃってたんじゃないの？それっておかしくないですか？これが今回問題になってるわけですね。現在ね、これあまりにもひどいということで、国民生活センター、ここにね、報告するべきなんじゃないのと、このように言われているようですね。この方面白い。生のジョニー・デップ見たかったけど、時間がないので、この人で我慢するか。こっちのコスプレの人ですね。大体ね、ジョニー・デップというと、ジャック・スパローになりがちですが。みんなね、この人で我慢していると、周り撮影してますね。いやー、それにしてもクオリティ高いですよね。ジャック・スパローもそうですが、日本人なのに、ちゃんとジョニー・デップに見えるっていうのがね、すごいなと思いますが、その下ね、もしかしたら、今必要な人材はこいつなのかもしれないな。この人ね、福田も知ってますよ、この後ろ姿。プロ剥がしの人でしょ。今こそこの人が必要と。今日のコミコン、ジョニー・デップまだ到着してないって昨日の振り替えの人たちだっているのに、さすがにそれは。ジョニー・デにとって7万5千円ははした金かもしれないけど、普通の人にとってはめちゃくちゃ大金なんだよ。並んでいる人たちがどうか報われてほしい。これは本当にそうですよね。7万5千円まで払っちゃうと、そりゃ文句も言いたくなるなというのはわかりますよ。でもこんな人も現れてるんですね。もともとジョニー・デップ好きでも嫌いでもないけど、今回の件で嫌いになった。連日遅刻かましてるし、嫌ならオファー断ればいいのに、コミコンに呼べるような人じゃないとか、すごい人とかはどうでもよくって、人としてどうかと思う。理由があるならちゃんと説明すべき。今ね、このジョニー・デップどうなのという人もいれば、いや、ジョニー・デップは悪くないよという人の間で、結構ね、バチバチやっちゃってるというような状況ですね。ジョニー・デップの最初と最後の対応の違いやばい。ジョニー・デップがやばいんじゃなくて、そうさせた運営がやばい。ほんと返金レベル。目も合わない、握手もできない、声かけもできない。周りの外国人スタッフにずっとせかされ続けて、ジョニーは次から次へと来るサイン台紙に夢中。マジで返金して。そしてこの方言ってますね。ちなみに本来、撮影は体感3秒くらいの握手なし、会話ラリーなしの同伴者多数なら、目が合うかはわからない状態で回していきます。ジョニーデと同じ60代のコミコン慣れしているマッツがそれです。自身の体力とさばく数を考えず、しょっぱなから全力疾走しすぎたんや。さよならジョニーで、
さよなら7万5千円。二度と来ないよ、コミコン。ツイート見に行ったら、この方まだ21歳らしく、21の子が7万なんて大金払うの、どれだけ大変で、勇気いることだったか。かわいそうすぎる。この方ね、21歳だったんですね。そしてね、この方のポストもほんと辛くって、この方はね、自身がパニック発作を持っているということで、それでもね、頑張って、6時間必死に耐えたと。しかし結果は、ラスト折り返しを過ぎ、あと15メートルというところで突然の打ち切り。ショックすぎて、あの時の記憶が曖昧になっています。前日も22時まで待機したのに、撮影できず、2時間半かけて泣く泣く帰宅。翌日も2時間半かけて幕張へ向かい、発作リスクが高い昼間にも、今日こそはと望みだけを頼りに並びました。それなのにこの結果です。卒業旅行のために貯めたお金を使ったので、旅行には行けなくなり、卒業制作と春からの就活の糧にしたい一心で挑んだイベントが、こんな終わり方になってしまったのは、残念では到底すみませんと。これは辛いですね。はい、12月27日、ジョニでの撮影チケット購入できた。この方ね、泣いてます。そして今回ね、これはただの夢でしたと。この方は結局会わなかったんですかね。コミコンでジョニーに撮影会で会って見せたかったし、プレゼントもしたかったけど、帰る頃にはプレゼントボックスもなくなってて、渡せなかった撤収のポートレート作品、ここで供養させてと。マジで誰が悪いとか関係なくて、運営は7万5千円プラス手数料という大金で、ジョニーでに会うのを楽しみにしてきた人たちに何らかの保証をするべき。長時間待たされて、次の日に回されて、終電は終わり、予定外のホテル代を払い、挙句撮影は中止で、サインも用意したものに書いてもらえず、返金もなしは報われなさすぎる。この方はね、補足しておりますが、本当に何もなければ、返金はされたようですけどね。中途半端に希望を持たされたので、それもできなかった人が多数と。ということで、こちらね、コミコン運営、払い戻しの案内をしているんですが、ここも大変ですよ。中止となったサイン会の参加者です。果たして真にチケットの金額に見合う対応だったのか、どうかご一考ください。今回はひどかったな。いや、今回もか。そろそろ写真撮影の枠や、想定される遅刻やキャンセルに対してもう少し誠意を持った方がいいと思うよ。中止後のサイン会は取り急ぎで何とかしてやった感が半端ない。1日目からジョニーがファン対応がいいのに越したことはないけど、今回は運営側がジョニーの対応を見て、臨機応変、危機感持ってやってもらわないと、話はちゃんとしてほしかった。この仕打ちはひどすぎる。この日のために待ってたいろんな人たちのことを思うと辛い。ということでこのリプランはですね、案の定、非難5号という状態になってしまっています。はい、ということで本日はですね、先日開催されました東京コミコン2025のジョニー・デップの撮影会、サイン会が大変な騒動になっているという話題を見てまいりました。いかがだったでしょうか。確かにね、ジョニー・デップ自身も遅刻はしているんですが、結局ね、居残りでずっとサインしてるわけでしょ。初日だけでもね、デップが遅刻したのは2時間。にもかかわらず最終的には5時間以上の遅延が出ていると。ということは、そもそも、やっぱり運営体制が問題なんじゃないかなと思ってしまいますよね。段取りが悪すぎると言いますか。で、これね、無料のサービスではないので、そりゃ怒られても仕方がないよね、と思ってしまいますよね。で、やっぱりね、一番問題になっているのは、何もしなければ返金を受けられる。なんだけど、中途半端に残ってしまった人たちですね。そういう人たちは満足なサービスも受けられず、返金も受けられないと。こういった難民になってしまっているんですね。だからここをどうにかするべきなんじゃないのと、このように言われているわけです。で、プクタが一番下せないのは、この運営会社。これ、パチンコやってる会社でしょ。ここですよ、楽園ね。だったら一番こんなの分かってそうじゃないですか。パチンコはね、ハンドルひねって、1分間に何発打ち出せるかというのが決まっていて、つまり営業時間が決まってますから、丸1日稼働した時の打ち出し数っていうのが分かってるわけですよ。なので、これね、スロットも同じなんですが、どんなに負けたくても負けられる上限というのが決まってるんですね。無限に負けることってできないんですよ。不可能なんです。そしてそこに確率が乗ってきて、それらをコンピューターで管理してるわけでしょ。じゃあもうこれはあなたたちのまさに得意分野じゃないかって話です。お客さんをね、こういう風に例えるのは不適切かもしれませんが、もうまさにね、ここで言うとこのパチンコ玉なわけですよ。で、営業時間決まってるわけでしょ。で、一発あたり何秒間で打ち出さないと終わらないというのはわかるはずなんですよ。まさにそれをやってる人たちなんですから。だからね、この東京コミコンが、結果的にはですよ。結果的にはファンからの搾取の場になってしまったというのは、ほんとね、コンセプトとは真逆だと思うし、完全に運営の落ち度なんじゃないかなと思いましたが、皆さんはどのように思われたでしょうか。ということで、本日の動画は以上になります。この動画良かったよと思っていただいた方、ぜひチャンネル登録、グッドボタンお願いします。それではまた、通勤通学中にお会いしましょう。